16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はその腰痛、実は腰が原因ではないかもしれないっていうお話をしたいと思います。先生は整形外科医ですから、やはり今までたくさんの腰痛の患者さんは見てきたんですよね。腰痛は日本では男性の国民病1、女性でも2と言われるぐらい、多い手訴、訴えなんですけれども、重要なのはこの腰痛が腰が原因ではないということがあるということが、患者様にとっても医者にとってもとても重要なポイントなんですね。普通は、腰が痛ければ腰痛だから、整形外科に行こうって患者様は思いますよね。でもそうでない原因がたくさんあって、それについて今日は解説していきたいんですが、私も実際に例えば1年間外来をやっていると、1ヶ月にですね2人ぐらいかな、実際には腰が悪くて腰痛が起こってるんではない腰痛を見つけてしまうことがあるんですよ。腎臓が悪かったり膵臓が悪かったり、その場合はどうも私が見る整形外科の腰痛とは違うなと思って内科の先生に見てもらったり外科の先生に見てもらったりってことで患者様をご紹介するケースも少なくないんです。そうすると返信でこの方は膵炎でしたとか尿管結石でしたみたいな返事が来て、やはり整形の病気ではなかったんだなということを改めて確信することもあるんですね。ではどんな病気でこの腰痛が整形外科以外で起こってくるかについて一覧ご覧ください。ちょっと難しい病気の名前がたくさん並んでいるんですけれども、患者様の中には私って何々病で何々内科にかかってるみたいなことを分かっている方多いと思うので、そういう方は自分の病気を念頭に置いてちょっと見てみてください。こちらどんな病気があるかの疾患の種類、消化器疾患、消化器っていうのは胃腸ですね。循環器疾患、心臓や血管系。泌尿器疾患、尿の作られる腎臓、尿管、膀胱、こういった臓器ですね。最後に婦人科疾患、子宮、卵巣といった婦人科の臓器。さまざまなところの病気で腰痛が出てしまうんですね。一つずつ見てみましょう。消化器疾患の中では胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膵炎、胆の炎、聞いたことあるのありますか？はい、胃潰瘍。胃潰瘍って言ったらどこが痛いと思いますか？胃かなと思うんですよ。そうですよね。こういう感じに思いませんかね。やっぱり胃潰瘍って言ったら前が痛いっていう感じするかもしれないんですが、実は前から背中に突き抜けるような痛みっていうことも出てくるケースがあるんです。その場合にはやはり消化器症状、胃が痛いとか、熱が出るとか、他の症状も一緒に吐き気がするとか、実際嘔吐、吐いてしまうとか、そういう消化器症状も一緒に出ることもあるので、ある程度分かることもありますが、腰痛だけで出るっていうパターンもなくはないので、やはり注意が必要です。次に循環器疾患、心筋梗塞、腹部大動脈瘤、ちょっと重篤なものを挙げてみたんですが、心筋梗塞っていうとどんな感じしますか？心臓が止まるとかそういう感じ。そうですね。呼吸が、息が苦しい、それから胸が締め付けられるように痛いともするとアウトなんじゃないかみたいな、そんなイメージ強いですよね。心臓の病気っていうとやっぱり重症だなっていうイメージ強いと思うんですが、実際に心筋梗塞や腹部大動脈瘤、お腹にある大動脈というすごく大きな血管が裂けて切れてしまって大出血を巻き起こす、このような病気でも最初の症状が腰が痛い、背中が痛いっていうことで起こる場合もあるんです。この場合治療一刻を争いますので、と
とにかくのんびり腰痛なんて言ってないで、激痛が走った時は救急車を呼ぶとか、専門の病院に行くとか、大きな病院に行くということを念頭に置いて対処してください。はい、次に泌尿器疾患。これはなんとなく分かると思うんですけど、腎臓ってどの辺にあるかご存知ですか？腎臓はここら辺ですか？こことここ、右と左に腎臓があります。腎臓に対して腎臓で作られた尿管を通って膀胱に溜まっていくじゃないですか。要は後腹膜臓器といって、背中の後ろの方に近いところにこれらの泌尿器の臓器があるんです。なのでそこに例えば石ができる、膀胱炎とか尿管結石腎盂腎炎といった、後ろの臓器に問題が生じると、背中が痛い、腰が痛いっていうことが起こるわけです。そんな場合、例えばですよ、私がよくやるのは、こうやって叩くと痛くないですか？単に腰が痛いだけじゃなくて、腎臓のあたり、尿管のあたりを叩くと響くような痛みが出る。この場合はやはり後腹膜臓器、腎臓、尿管系も念頭に置いて診断しないといけないわけです。最後に婦人科疾患。女性の病気でもこの腰痛が起こるんですね。一般的に中高年の女性が腰が痛いと言ったら、椎間板ヘルニアかな、腰痛症かなって思いがちですが、実は卵巣粘点、子宮内膜症、子宮外妊娠、これは、妊娠できる女性、若い女性に多いわけですが、妊娠して子宮の中に赤ちゃんがいるのではなく、女性器以外のところに、赤ちゃんができてしまうという恐ろしい病気。これは突然の出血などが出て、母子ともに危険なこともありますので、やはりこういった病気が疑われた場合は、整形外科から直接やっぱり婦人科にご紹介をしたり、産科にご紹介をしたりっていうことが必要になってくるわけです。なんかとても聞いたこともないような病気もあったかもしれませんが、ここで覚えておいていただきたいのは、単に腰が痛いということが整形外科的な腰痛からだけ起こるのではないということ、ちょっと念頭に置いといてください。あまり、整形外科で治療してても治らない場合には、総合科にかかってみるとか、総合的な科のある総合病院にかかってみるということが必要かもしれません。先生、実際何科を受診すればいいですかね？一般の方が、患者様が自分で判断するのはなかなか難しいので、もちろん一旦は整形外科に受診し、整形のドクターに診断をしていただいて、腰痛が整形外科的なものでなければ、次にどこの科に行けばいいかということを尋ねてみるのがよろしいかと思います。もし家にいて自分で急激な腰痛が起こってきた時には、それに付随する症状っていうのに注目してみてください。例えば吐き気がある、嘔吐、戻してしまう、同時に胃が痛いっていう場合は、やはり消化器疾患を考えるべきですし、胸が苦しい、息ができない、こういった症状が腰痛とともに起こってくる場合は、心臓の病気考えられるので、やはり循環器内科や循環器外科、それもゆっくりしていられない場合は、やはり救急車を呼ぶっていうことも必要なケースもあります。また、血尿が出るとか、おしっこがすごく、濁ってしまって白くなっているとか、そういった尿の異常が出る場合などは、泌尿器疾患を疑うべきですので、泌尿器科や腎臓内科などを受診してください。最後に、出血、不正出血が起こるような時は、女性の場合は腰痛とともにその症状があれば、婦人科、産婦人科を受診してください。なかなか難しい判断にはなりますが、腰痛が単なる整形外科の腰痛だけから起こるのではないということを、少し覚えていただくだけでも対処の方法が変わってくると思います。ご家族にも共有していただいて、
適切な素早い対処をお願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。